はい、皆さんこんにちは。今日はですね、スパイダーマンの絵を描いていきたいと思います。で、今日使うアプリなんですけど、Adobe から出てる Adobe のイラストレータードローっていうアプリを使っていきます。で、この Adobe のドローを紹介するのは今回が初めてになります。いつもね、Procreate で絵を描いてるんですけど、この Adobe のドローは Adobe のドローですごいいいところがあって、今日はね、それを紹介していきたいと思ってるんですけど、このアプリどういうものかっていうと、ベクターのイラストが描けるアプリです。で、ベクターが何かっていうと、例えばラインを描いた時にそのラインがすごい綺麗に滑らかに描けるんですね。で、プロクリエイトは、逆に、ベクターデータじゃなくて、ラスターデータっていうお絵描きソフトなんですけど、プロクリエイトで描いた絵をね、ズームしてもらうとわかるんですけど、ラインのエッジがちょっとね、ジャギーになってたりするんですよ。それがラスターデータ。でも、この Adobe のドローは、ベクターデータで描くので、このラインをね、いくら大きくしても、小さくしても、その滑らかな曲線っていうのは変わらないっていうアプリなんですよね。なので、そういうね、すごい綺麗なラインを描きたいときは、かなりおすすめのアプリです。で、今日はこのスパイダーマンのね、綺麗なアウトラインのところを描きたかったので、Adobe のドローを選んだっていうのと、あとね、Adobe のドローだとイラストレーターに直接データを送ることができるんですね。なので、今回はね、そんなところも紹介していけたらと思ってます。はい、じゃあ始めていきます。まずですね、この Adobe のドローを開く前に、ちょっとですね、このスパイダーマンの下書きの絵を描いてます。で、この下書きの絵はいつも使ってる Procreate で描きました。で、これはですね、もうできちゃってるやつを見せるんですけど、こんな感じで描いてます。で、ここもちょっと説明しておくと、今回はね、この1個のレイヤーに全部もう描いちゃってます。こんな感じで。もう下書きなので、あんまり気にせず、ざっくりざっくり描いてます。で、ここで使ってるブラシなんですけど、アミティのインクブラシ、500円で売ってるやつあるじゃないですか。それの中に入ってる、ラインペンダークっていうペンがあるんですね。これを使って、このスパイダーマンのアウトラインを取ってます。で、これを使ってるのと、あとはね、インキングっていうボックスの中にある細書きっていうブラシがあります。で、この細書きのブラシを使って、このスパイダーマンの中のこの網目模様をこうシャシャシャっていう感じで描いてますね。で、このプロクリエイトで描いてる絵は下書きなんで最後消しちゃうんですけど、なんとなくね、この辺にシャドウが来るなっていうのは当たりでこう斜線を引いてあげてます。で、こんな感じで下書きが書けたら Adobe Draw の方に持っていくので、ここからね、左の上のギアマークのところから JPEG 保存してください。で、ここからですね、Adobe の Draw の方に移っていきます。まずはじめにやることなんですけど、これがね、一番最初のページなので、右下のプラスボタンのところから、まずね、キャンバスサイズを選んでいきます。で、こんな感じでね、最初からたくさんプリセットが並んでいるので、ここから好きなのを選んでいくんですけど、今日はね、この iPad Pro の横って書いてあるやつを選んでいきます。で、開くとこんな感じのインターフェースで、ざっくり説明すると、左側がペンのツールです。で、右側がレイヤー。で、右上のバーがですね、メニューバー、書き出しとかする項目になります。で、このペンの種類っていうのは全部で5個になります。もう5個だけのすごいシンプル。で、この5個プラス一番下が消しゴムですね。で、プロクリエイトを使ってる人だと、すごいね、ブラシの種類が少ないって思うかもしれないんですけど、これでもね、使いこなしたらすごいいいのが描けたりするので、一度ね、触ってみるのもいいかなと思います。で、一番初めやることは、右のプラスボタンから、ここから画像レイヤーっていうのを選択して、さっきプロクリエイトで描いた下書きの絵をインポートしていきます。で、さっき JPEG 保存したこれですね。これを選んで、サイズ調節好きなようにしてください。
で、今回描くイラストっていうのは、さっき言ったようにベクターのデータなので、あんまりね、この拡大縮小っていうのはデータ自体にあんまり影響しないので、描きやすい大きさでやっていけばいいと思います。で、サイズが決まったら、下書きのこのレイヤーの不透明度を下げます。タッチすると、この不透明度のスライダーが出てくるので、ここでね、10% ぐらいにしてあげて、ちょっと見えるぐらいにしてあげてください。で、この状態で、上のプラスボタンを押して、新しいレイヤーを追加していきます。で、この時は、描画レイヤーっていうのを押してください。で、このレイヤーにアウトラインですね、本書きを描いていくんですけど、この時に使うブラシが、上から2番目、このブラシを使っていきます。名前知らないんですけど、なんか筆っぽい、質感が出るブラシです。で、色を黒にしてあげて、不透明度を、マックス 100% にします。ここでね、こうやって、上下にスライドしてあげると、不透明度がコントロールできます。で、ブラシも同じ。こうやって選択して、上下に、ドラッグしてあげると、サイズが決定できます。で、この状態でちょっと描いていきますね。で、こうやってね、シュッてなぞってあげると、筆圧とかもちゃんと感知してくれるので、こんな風に綺麗なラインが描けます。で、ここね、ちょっとズームしてみると、見えるかな？このね、ラインのエッジがすごい滑らかで綺麗じゃないですか。これがね、ベジェ曲線と呼ばれるものです。やっぱりね、こう綺麗なラインが描けるだけですごいね、気持ちいいんですよね。なので、こういうね、美しいラインにこだわる人は、ぜひね、Adobe Draw で描いてみてください。で、こっからどんどん描き進めていきます。ひたすらなぞっていくので、こっからちょっと早回しで進めていきます。はい。で、こんな感じでアウトラインのところなぞれたら、次、このスパイダーマンの網目模様のところを描いていきます。で、その時使うブラシなんですけど、ブラシの中の一番上、このちょっと丸いやつ、これを使っていきます。なんかね、ボールペンっぽい、すごいシンプルなやつなんですけど、プロクリエイトのさっき描いた細書きっていうブラシとすごい似てます。で、このブラシを使って、さっきと同じようにね、この下書きのラインをなぞっていきます。で、次なんですけど、このスパイダーマンのマスクのとこですね。これを黒で塗りつぶしていきます。その時使うのはブラシの上から3段目のやつ。これ塗りつぶしする時にすごく適しているので、これを使って塗っていきます。で、ちなみになんですけど、今、レイヤーは1個だけで、その1個のレイヤーの中にアウトラインのさっき描いたやつと、網目模様とこのマスクの黒ベタは全部集約してます。で、今回は色ごとにね、レイヤーを分けていくので、黒で描くものは全部同じレイヤーに描いちゃってください。で、こんな感じで黒のアウトラインのところは完成になります。やっぱりね、ベクターで描くとすごく綺麗に描けますね。いいですね。もうこれでもね、このままでもいい感じですよね。で、今日はね、色も塗っていくので、
色の塗り方なんですけど、このアウトラインの黒のレイヤーのすぐ下に描画レイヤーを作って、ここに赤色を塗っていきます。で、もうベタ塗りしていくので、ブラシの種類は何でもいいんですけど、ここでカラーホイールが選択できるので、赤色取って塗っていきます。で、こんな感じでベースカラー完成しました。で、次ですね、シャドウの色を塗っていきます。シャドウを塗るときは、ベースカラーの1個上にレイヤーを追加して、ここに塗っていきます。で、色なんですけど、このベースカラーの赤色よりちょっと暗くした色で塗っていくので、その時はこのカラーピッカーのとこに、明るさをコントロールするスライダーがこれあるんですね。なので、ちょっと暗くしてあげて、この状態で塗っていきます。で、こんな感じでシャドウのところが完成です。結構いい感じになってきましたね。で、最後はハイライトを塗っていきます。ハイライトはね、ちょっとだけでいいんですけど、このシャドウのレイヤーの1個上にまた、レイヤーを追加して、ここにハイライトを塗っていきます。でですね、せっかくなんで最後ね、ちょっとマスクのところもハイライトを入れてあげます。一番上にレイヤーを追加して、そこにですね、ちょっとグレー色、黒よりちょっと薄めた色、まあグレーですね、を塗ってあげます。はい、こんな感じで完成になります。どうですかね。結構ね、いい感じにできましたね。我ながら。はい。やっぱりベクターは綺麗だね。綺麗ですね。今日何回もベクターは綺麗って言ってますけど、やっぱりね、プロクリエイトにはないこのラインの美しさみたいなのがあって、それがね、ベクターの力なんですよね。で、それが一番よく出るのは Adobe のドローだと思います。で、最後ちょっとおさらいしておくと、この黒のアウトラインが一番上にあって、一番下から赤のベースライン、その下にシャドウ、で、その上にハイライトが載ってるような感じです。もうシンプルですね。5個ぐらいしかレイヤーは作ってません。でですね、これを書き出しする方法なんですけど、右上の書き出しマークを押してもらうといろいろ出てきて、画像保存とかもあるんですけど、一応ね、タイムラプスとかもありますね。こんな感じで、プロクリエイトみたいに、工程を一覧で動画にしてくれます。で、あとはですね、この Adobe のドローが強いのが、Mac PC のいられに直にすぐ送ることができるんですね。この上のところの Adobe のデスクトップアプリケーションの中にある、イラストレーターっていうのを選ぶと、例えば今 Mac が立ち上がってる、電源が入ってる状態だと、自動的にいられがポンって立ち上がって、このデータが現れるんですよ、すぐにね。なので、この状態で Mac に引き継いで作業することができます。でね、それもすごい便利なので、ぜひね、皆さんに知っておいてほしいんですけど、要はこの Adobe のドローで描いたイラストって、どうやっていられで最終化させるのかっていう Tips ですね。それも絶対知っておいた方がいいので、そのチュートリアルはですね、明日やろうと思ってます。なので明日もね、続スパイダーマンになるんですけど、いられ持ってる人とかね、あとデザイナーさんとか、
結構役に立つ tips になると思うので、ぜひね、明日も楽しみにしておいてください。いられ持ってない人でもですね、結構なるほどなみたいな感じで思ってもらえると思うので、ぜひ明日も楽しみに。はい、ということでですね、今日はご清聴どうもありがとうございました。もしこの動画が良かったらいいねボタンしてもらえると嬉しいです。ではでは明日お会いしましょう。バイバーイ。